今日はですね、ラストラプターを塗装するところ、ちょっと今若干塗っちゃったんですけど、S660 でいう鉢巻きっていう、この A ピラーから天井に向かってつながるこの部分ですね。前回これ剥がしたので、ここを今日はラプターで塗っていきます。またこのフィルラプターで塗っていきます。いきなり何が起きたの？ちょっともういいや、こうやってやっちゃってもラプターだったら何とでもなるというのがいいとこです。はい、もうなくなった。手が届かないの。うわやったここについたあん。ちょっと待って、これ治るかな。いや、治らんか。どういうこと？服がついた。ここだこれちょっと待って、気をつけなきゃ。ちょっとやっちゃったね、いきなり。はい、じゃあ最後ツヤが今出ちゃってるので、こうツヤ消しをこのぐらいで出てないね。 OK、 終わり。いやー、やっと終わった。塗装。今日虫もそんなに多くないし、なんかズボンっていう虫がくっついてる。それぐらいじゃない？これやっまあ勝利の証ということです。そうね。はい。今ラプターライナー塗り終わったやつなんですけど、やっぱりね、相当いいですよ。このザラザラマット具合が。ここに無限のリップがつきます。で、この辺りね、だいたい隠れちゃうので、今回ラッピングを貼るのはこの部位。この見えるところですね。この見えるところに対して、今回の色。エイブリー・デニソンなんですけど、はい。ネイビーブルーっていうんですかね。濃い青色のマットになります。ちなみにこのマットを使うのは今回初めてなので、今までグロスばっか使ってたんですけど、ちょっとどんな感じになるのか、あとその傷のつき具合、そういうのもちょっと気にはなってるので、ちょっとどうなるのかやってみたいと思います。ラッピングカッターっていうのがあるので、これで切ると簡単に切れます。あんまり今回はちょっと負担をかけずにちょっと貼ってみようかなと思います。入り組んだところはさすがに熱加えないとちょっと無理そうですね。ヒートガンで炙っていきます。いいですかね。はい。これでうまくいったと思います。はい。僕もあんまりこれうまくはないんですけど、この角のところ、ここは、伸ばしてしっかりと引っ掛ける、フックさせるですね。それでかぶせていきたいと思います。はい。じゃあちょっとカメラ持ってもらいながらやっていきます。でちょっとここ伸ばして温めて、で少し冷まして伸ばして、ここですね、こんな形でフック引っ掛ける。こうするとここもうシワが入らず、この角がもうこれで出来上がっているので、多分このやり方で合ってると思います。うわ、やっぱ結構ガタガタなんだよねこれ。どこで切るのが正しいのか。短くなると良くないので、ほんとラプターのキワキワでカットしていくような感じ。ちょっとこれで、あやったやっぱダメっすね。
どうしたらいいんだろうね、ラプターとの際って。ピンストライプ。ここになんか貼る。確かにね、絶対こうなっちゃうよね。普通多分ラプターの塗装とこのラッピングをこうやって分けることはないと思うので、まあ、こんなことをやる人は多分誰もいないと思うんですけど、まあ、これをやった僕が失敗だったということでしょうね。一旦ちょっとこのまま貼っちゃいます。まあ、どうやってねここやるかって僕もずっと悩んでたんですけど、やっぱり難しかったですね。参考資料がない。もちろんね、誰もやってないからね。一旦これで、こうなっちゃうね。やっぱ白出るね。って考えるとあれだね、この下地を一旦黒に塗っとくとかした方が正解なのかもしれんね。こうやってやるとほぼいいもんね、これ。で、これが無限のリップなので、こんな感じ。見えないね。そう、ここで被るんだね。こんな感じ。いいんじゃない？いいと思うけどね。OK。はい、さあ、じゃあ、あと残りをやっていきます。ボディにラッピングをしていきます。このリアフェンダーとフロントのドアですね。あと貼るパーツはここだけの状態です。で、こちらですね。ネイビーブルー。これを貼っていきます。まあ、ほとんどこう型取りは終わっているので、こんな感じですね。はい。またこれで貼るだけという状態です。まずここの角ですね。ここだけ先に合わせておいて、でちょっと位置合わせながら貼っていきます。今こんな感じで乗せただけの状態です。はい。これをスキージで鳴らしながら、あとドライヤーですね。で炙って固定していきます。スキージで固定していきます。もう言ってる間にフェンダーのある程度の貼り付け終わりました。はい、じゃあここの角ですね。ここを引っ掛けたいのでドライヤーで炙って引っ掛けていきます。今この軽く乗っかってる状態ですね。で炙ってちょっと冷ましてからこんな感じですね。今こんな感じで引っ掛けました。こうやってやっとけばね、剥がれることも少ないのでいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあドアですね。一番の大物、これ貼っていきます。位置をくっと合わせたいので、余白は結構取ってるから、前回同様ここはまたモールごと、樹脂モールごとラッピングしていきます。今日はラストボンネットのラッピングをやっていきます。もうこれが貼れれば全パーツ施工完了になりますね。
じゃあナイフレステープをとりあえず貼っておきます。ちょっと長めに、あまりにも外が暑すぎたので、ちょっとボンネットだけど確かに部屋の中でできるんで、リビングに持ってきました。じゃあここで貼っていきますかね。で、普通に貼るとこれこうなる。こっちのが余ってるから。でこれがいつもすごい大変なので、今回はここを伸ばすとこの周長は多分足りるはずなので、それをちょっとやってみたいと思います。あ、いい感じ、多分いい感じ。あ、いいね。これだともうほんの少しのシワでいけそう。はい。こうするともうここシワなく貼れたので、もうこれでここがこんだけ綺麗に貼れたこと今までないよな。そう一人だ。毎回もう泣きそうになりながらシワを引っ張って消すという地獄の作業が発生してたけど、今日は怖いわ。いいよ。もう終わりました。それは早かった。はい、じゃあここナイフレステープ、あんまりこれを写したことがないような気がするので 3M のナイフレステープですけど、まああんまり僕はやらないですけど、やるときはこう折り返してここを引くとこうピンクのラインだけが出てくるので、これをに出てきたので、これをちょっとなるべくね押さえながらで、必ずこういくとかこうじゃなくてまっすぐ引く。これで抜きます。ちょっとねラプターにはつきそうにないですけど、こういう感じでこれ気持ちいいんですよね。これどうなってるかっていうと、こっちですね。はい。もう軽いもんラプター。こういう状態。やっぱりね、ちょっとラプターにはギリギリを攻めるしかないのか。厳しいかもしれない。で、これ二重に切れるので、一つはこの中で、これを外し忘れるとその端末はのりがくっつかなくなっちゃうので、必ずこの2本とも抜いてあげる。これがナイフレステープですね。で、今抜いたので、この端末をこれで押さえていきます。でもまあくっついてはいるかな。でも今これすごい攻めたので、ここにも落ちてるんですけど、いけるかな。洗車するときとかにここに引っ掛けちゃうと多分剥がれてくる。あとは心配なのはここに水が入ること、雨水が。そうするとこれ多分剥がれてくる気がするので、もうギリギリ切るしかない。一旦これで一旦これで、とりあえずやってみます。はい。OK。はい。でも綺麗にできましたね。かっこいい。いいね。